2023年2月13日、漫画界のレジェンド松本零士先生が亡くなりました。享年85歳。生前、自分の生み出した代表作銀河鉄道999や数々の名作についてこのように語っていました。あらゆる作品がですね、実はハーロック、エメラルダス、999、千年女王、大和も含めて一つの物語として考えてるんですよ。だからこれを全部合わせて書いたらこの世の終わりと、自分のね生涯の終わりだからまだ終わりまで書きたくないんですよ。福岡県久留米生まれ、現在の北九州市小倉で育った松本零士さん。銀河鉄道999、宇宙戦艦ヤマトなど宇宙を舞台にした SF 作品を手掛け、1970年代のアニメブーム、松本零士ブームを巻き起こしました。その原動力は、ふるさと小倉で培われた九州男児の気概でした。九州男児たるものね、絶対に背中を向けんと、いざとなればって、負けてもそれは自分が志したんだから、それは悲しいことではないと。松本零士さんはふるさとの高校を卒業後、漫画家デビューのため小倉から上京した時のことを鮮明に記憶しています。記者を見ながら、いつの日かあれに乗って俺は行くと、そう思ってました。で現実にそれに乗って旅立ったんですね。だからその時その汽車に乗らなかったら自分の運命は違うわけですよ、人生が。だからその時乗ってよかったなと覚悟を決めていたんですよ。一刻も早く融資を表したまえで、東京の出版社から手紙が来て、で融資を表したいのですがお金がありません、原稿料の前借りはできませんかと言ったら、来れば渡すというね。だから何もかも質屋に入れて画材だけ持って、帰りの切符は持ってないですよ。それで旅立ったんですね。死んでも帰らんと言ってね。でもその旅立ちが、その時その汽車に乗らなかったら自分の人生は違うんですね。だからそういう思いがあるので、哲郎にも言わせてると思うんですよ。死んでも帰らんと。そういう目的意識を持って汽車に乗ると、青春の旅立ちですよね。それがこの列車の物語なんですよ。この写真は北九州市下水道事業100周年を記念したイベントの写真です。松本零士さんの作品と連携して、このイベントではデザインマンホールが9種類作成され、北九州市の至るところで見ることができます。人気漫画家になった後も、ふるさとへの恩返しから北九州市の漫画ミュージアム館長などを引き受け、漫画家と並行して精力的にふるさとのために活躍されました。松本零士さんはふるさとへの思いを持ち続けるのと同じように、ふるさとの小倉で忘れられない父親の言葉と思い出があります。松本零士さんは2019年、旧陸軍の立洗飛行場の跡地の近くにある福岡県筑前町の立洗平和記念館で講演を行いました。松本零士さんの父親は、当時福岡県にあった旧陸軍の立洗飛行場で飛行第4連隊の第一隊長、パイロットとして勤務していました。太平洋戦争時、フィリピンの戦線に派遣され、教育隊長として若者を特攻に送り出します。そして終戦の2年後、生きて帰国しました。ある日、松本零士さんのふと漏らした言葉に父親は激怒しました。で父親にいつの日にかと言ったら怒られました。だからそんなことを言うからこういう戦争が起こって大勢の人が死ぬんだと、二度と戦ってはならんぞっつって怒られました。父の剛さんは終戦後、若い部下の多くを戦闘や特攻で戦死させた自責の念から、さまざまな再就職の誘いを断り、
二度と操縦桿を握りませんでした。そのため松本零士さんの家族は小倉で極貧生活を送ります。その小倉の貧相な自宅に部下の親たちが息子の最後を聞きにたびたび訪れていました。松本零士さんはその時のやり取りをはっきりと記憶していました。父親は南方戦線へ行って部下の大半を失って帰ってくる。そしておばちゃんが訪ねてきて「あなたは生きて帰られてなぜせがれを連れて帰ってくれないんですか」っつってね、親父がすまんって言って謝っている姿も見ましたし、しかし指揮官がいなくては戦いにならないというので死ぬわけにもいかないし、それから自分が戦ってて相手を撃墜する時ですね、あいつにも死ねば悲しむ家族がいると思うと鬼になって打たなければ、戦いとはそういうものだという。宇宙へのロマンを大事にしながら誰も傷つけないような作品にしたい。歴史、思想、宗教、さまざまなことをレジェンドの漫画家と言われるようになった後も熱心に勉強しました。でまだ要するに今国境がなくなりましたんでね、全部翻訳されて出てるんですよ、外国に。そうすると世界中をこの相手にあるんで、思想、宗教、信条、民族感情ですね、それを絶対に傷つけてはいけない。膨大な科学知識と取材に基づくメカ描写は多くの SF 作品の原点となりました。そして作品は世界各国で愛されています。この宇宙は一つなのか、そうすると運命とか時間の経過は一つなのか、それとも複数なのかですね、そういうことをずっとちっちゃい時から考えてるわけですよ、小学生の頃から。そういう夢を描きたいという。少年の日の夢を追い続け、日本の漫画、アニメ、文化に多大な影響を与えた松本零士さん。そのロマンと功績は亡くなった今もふるさと小倉で生き続けています。この番組がいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。それからチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただけると動画が見つけやすくなります。よろしくお願いします。